皆さんこんばんは、サイラです。今回は新女神転生5で最初から知っていたら楽ができる小ネタを紹介します。このチャンネルは攻略に役に立つ情報を紹介しています。真面目な攻略からグレーな内容まで扱っています。この機会にぜひチャンネル登録お願いします。今日から始まったメガテン5ですが、東京タワーまでなんとか来れました。ここまでやってきて最初から知ってたらもっと楽できたなっていうネタを今回紹介します。たくさんありますので最後までご視聴していってください。一個一個深掘りしていくと時間が長くなるので簡潔に紹介していきます。まずはじめですが、主人公が死んだら最後のセーブからやり直しになります。こまめなセーブを忘れずにしていった方がいいです。よくありがちな戦闘前からやり直しなんてものはありません。難易度のカジュアルとかセーフティー、この辺は私は未確認なんですが、その辺の難易度だとよほどのことがない限り全滅はないと思うので、今回確認は割愛しています。もしかしたらこの辺の難易度だと戦闘前からリスタートみたいなことはあるかもしれないです。そしてもちろんですがオートセーブ機能はありません。次です。しばらく進むとファストトラベル機能が使えるようになります。ファストトラベルポイントっていうのがあるんですが、ここから他のポイントへ移動できるっていうのみなので、いつでも自由に移動ができる、よくあるゲームのような感じではありません。次です。東京タワーからさらに少し進むと、最後に立ち寄ったファストトラベル場所まで戻るっていうアイテムがもらえるようになります。これが手に入ると一手間かかるんですが、実質自由にファストトラベルができるようになるっていう感じになります。次です。少なくても東京タワーまでは一本道でした。好きなところから回る的な要素はありませんでした。ここまでがチュートリアルってことなんですかね。もしかしたらもっと先までチュートリアルかもしれません。今後分かれ道とか出てくるかもしれませんが、今のところ完全に一本道でした。道が分かれてるといっても本当にすぐ行けるようなところ、あとは建物とかを登ったり、そういう要素はあるんですが、完全に道が分かれていてそっちでいろいろ攻略して、そんな要素はありませんでした。次です。自動販売機からは異物と言われる缶ジュースとかそういったもの手に入って売れば結構高額で売れます。この自動販売機ですが、一度取ればマップに表示されます。そしてこの自動販売機、一度異物を取ったとしても時間が経てば復活します。売ると高額になるっていうところと復活するっていうところで、これが金策になるのかなっていう感じですね。通常の戦闘では大してお金もらえないです。異物1個に対して戦闘では5分の1、10分の1、そんなぐらいのお金しかもらえないです。ただレア悪魔だと思うんですが、何々御霊みたいな御霊シリーズなんですかね。これからはまとまったお金と、あと異物ももらえます。御霊自体はフィールドでたまに出会うんですが、やっぱり結構レアで簡単に戦闘はできないです。なのでこれを狙ってっていう金策にはなかなかならないかなと思います。クリア済みのところに戻って自動販売機巡りをする、そんな金策になるのかなと思います。次です。宝箱といつづか、これミーツがもらえるオブジェクトですね。これはマップ上に表示されるので、見逃さない限りは取りこぼしがないと思います。結構遠い範囲まできちっとマップに表示されるので取りこぼしはないのかなと思います。ただ簡単に取れない場合もあります。近くまで行っても見当たらないっていう場合は、だいたい高低差で見つからないことが多いと思います。次です。宝箱からはアイテムとかうつせみとか手に入るんですが、これが持てない場合、アイテムがマップにばらまかれて宝箱を取ったことにならないです。ポンプにこだわりある方は気をつけてください。ビルの上に宝箱があってアイテムいっぱいで取れませんでしたっていうと、下に落っこっていくということもあります。こういう場合、落っこったところまで行かないと取れないので、どこに落っこしたか分かんないみたいなことがあると探すの大変になってくるんですが、これはゲームを一度セーブしてロードをすると
復活するとか、ある程度離れてもう一度戻ってくると宝箱としてまた復活してます。なのでアイテム取れるように整理した上でもう一回取るってことをやればきちっと取ったことになります。普通のアイテムはまだいいと思うんですが、うつセミに関してはこれ修正してほしいですね。捨てることも売ることもできないので使うしかないんですよね。特に継承する必要ないのに無駄にうつセミを使うみたいなことが必要で、かつファストトラベルポイントまでいかないとうつセミを使うことができないのですごく不便です。ぜひ修正してほしいですね。次です。うつセミは戦闘後の報酬でもたまにもらえます。後半になってくるといろんな技を組み合わせたいっていうことが出てくると思うので、戦闘で手に入るっていうのを覚えておくといいと思います。次です。未満はマップに表示されるんですけれども、密着するぐらい近寄らないと表示されないので、実質はマップに表示されないっていう風に思った方がいいと思います。なのでマップはやっぱり隅々まで見て回る必要があるっていう感じですね。高台の上とか崖の下とか高低差があるような場所が見落としやすいと思います。意外とビルの中とか屋上にも乗れたりするので注意深く観察した方がいいですね。明日になると思うんですが、東京タワーまでに私が確認できた未満の場所の動画を出す予定です。よければそれを参考にしてみてください。それ以降の未満が出てくるところ全部記録を取っとこうと思いますので、タイミングを見てまた公開しようと思っています。次です。カムイを覚えるのに未満とか五塚からもらえるミーツっていうものが必要になります。これは数がかなり限られます。稼ぐっていうのが難しいものになります。御霊からはミーツがもらえるアイテムをドロップすることもあるので、頑張れば増やせるっていう感じではあるんですけど、御霊はレアなので簡単に出現はしない、しかも確定でドロップするわけでもないっていうところで、現実的にはなかなか稼ぐの難しいかなと思います。なのでしっかり吟味をして上げていくのがいいと思います。余ってるから何か使っちゃい的なことをやるとしばらく後悔するかなと思います。個人的なおすすめは所持できる悪魔を増やせるっていうカムイを覚えるのがいいのかなと思います。それが最優先ですかね。いろいろ悪魔を仲間にしていきたいんですけれども、限界がすぐ来てしまってっていうところがあるので、所持悪魔を増やせるっていうところがいいと思います。次です。サブクエストは目的地が表示されるんで楽なんですけれども、クリアした後報告するために受注してくれた人まで戻る必要があるんですね。お使いみたいな感じで一定戻ってがあるので、これがちょっとめんどくさいです。次もサブクエストのネタなんですが、サブクエストの目的地はすごく遠い場合があります。クエスト受注した後で周辺でクリアってなかなかなくって、どこかでフラグを立て忘れてクリアできてないのかななんて思うことあると思うんですが、実はすごい遠いところに次が指定されていることがあります。なのであまり気にする必要はありません。クエストで次やらなきゃいけないことっていうのはマップに表示されているので、それが出てないイコール何もすることがないっていう感じですね。目的地が表示されないのは何かの悪魔を何体倒せとか、こういう場合はおそらく目的地表示されないと思うんですが、それ以外誰かに話せとかそういう場合は必ず目的地が表示されます。なのであまり気にせずどんどん先に進めてしまっていいと思います。次は戦闘関係のお話になります。戦闘中の行動回数の件は弱点つく以外にも行動回数増やすっていうことはできます。前回の動画にて詳細を解説していますので、そちらを参照してみてください。過去シリーズと同じような感じなんですが、今回ではこうだっていうところを確認する意味でもぜひご視聴お願いします。次です。敵はレベル差があると逃げるようになってきます。主人公のレベルが高くなるとだと思うんですが、敵が逃げ惑うような感じになってきます。最初は好戦的にこちらに向かって追いかけてくるんですが、ある程度レベル差が開いてこちらが強くなってくると急に逃げるようになります。逃げた敵を放っておくとそのまま消滅するので、戦いたい場合は追いかけていって戦闘する必要があります。あと御霊系統は問答無用で逃げるので必ず追いかけて戦った方がいいです。次です。経験値はレベル差によって増減します。敵のレベルが低いと経験値減ります。格上相手だと経験値増えます。結構な差になってきます。次です。控えの仲間も経験値はもらえるんですが、経験値が激減するので育成目的としてはいまいちかなと思います。次です。戦闘中に仲間をチェンジしてそのまま戦闘して戦闘終了すると、チェンジした時のメンバーでパーティーが変更になってしまいます。
これは元に戻ってほしかったですね。一時的にメンバーを変えるってことじゃなくって、メンバー変えたらそのまんまパーティーが固定になっちゃいます。お気に入りでパーティーを組んでいて、戦闘で弱点つくために一時的に変えるってことをやってもそのまま変わってしまうので、元に戻すためにメニューを開いてっていうことをやらないといけないです。これはバージョンアップで直してほしいですね。次です。敵を倒した時に敵の復活する条件なんですが、一定距離以上離れてかつ一定時間経つと復活します。一定距離以上っていうのはミニマップに敵のマークが出る距離っていうのがあると思うんですね。敵を倒してしまうともちろん消えるんですが、倒さずに戦闘を回避して移動していくとミニマップ上ある程度距離が離れても敵のアイコン残ってると思うんですが、それ以上離れた時にアイコンが消えるタイミングがあると思うんですね。この距離だと思います。このぐらいの距離を離れていてかつ一定時間経つと復活するっていう感じになります。その場にずっと居続けて一定時間経っても復活はしません。そういう関係で自動稼ぎ的なものは難しいかなと思います。あとレベル差が開いたりすると逃げていってしまうっていうのもあって、そういう意味でも自動稼ぎは難しいのかなと思います。ただバグかもしれないんですが、メニューを開いていろいろやってメニューを閉じた時に目の前に敵が出現したっていうことがありました。一定距離っていう条件が消えてしまって出現していました。何か条件あると思うんですが、ちょっと再現方法がわからないので、もしわかる方いたら教えてください。次です。オートバトルは物理攻撃しかしません。一番上のアタックっていうこれしか使いません。どんなにピンチになろうがどういう状態だろうがそれしかしません。格下の相手、物理攻撃だけで簡単に蹴散らせるという時は非常にいいんですが、少し苦戦するとかそういう場合にオートバトル使うとかなり厳しいと思います。次です。レア悪魔の御霊系統はお金を大量にくれるんですが、弱点が1つしかなくってそれ以外は全部ブロックします。普通にやって運よく弱点を狙うっていうのは現実的じゃないので、アイテムで万里の女神っていうアイテムがあるので、これで敵のステータスを見て弱点を確認して攻撃するっていう感じにするといいと思います。弱点さえつけば必ず一撃で倒せるので、これを使って稼ぐ、そんな感じがいいと思います。次ですが、仲間関係のお話です。一度仲間にすればそれ以降はお金を使っていつでも召喚できます。合体を使って消滅した仲間、これはお金でいつでも復活できます。次です。無理して合体しても少し進むと普通に出てくる場合があるので、あまりそこ頑張らなくていいと思います。コンプしたいよっていう方は別ですが、そういう方以外はあまり気にせずどんどん進めていくといいと思います。次です。仲間にできるのは最初は6体、序盤のカムイで1体追加、その後もどんどん追加っていうのは出てくると思うんですが、6体7体ぐらいまでしか仲間にできないので、見つかる悪魔全てを仲間にしていくとすぐ空きがなくなります。そういう意味でも積極的に合体していった方がいいかなと思います。以上でネタの紹介を終わります。まだ東京タワーまでしか来てないので、ここまでで分かった情報っていう感じになります。まだまだこれから先進んでいくと、今回紹介した内容が変わってくるっていうこともあると思います。そういう場合はコメントとかで教えてください。あと間違いとかがあったらご指摘いただけるとありがたいです。今回の動画はどうだったでしょうか。感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。